やっほー、皆さんこんにちは、あやです。今日は皆さんにじゃーん、韓国の DMZ のツアーに行ってきたので、その様子をお伝えしようと思います。 DMZ とは韓国と北朝鮮との実効支配地域を分割する地帯のことです。あくまで実効支配地域の境界線であり、国境線ではありません。また、韓国においては、北緯38度線付近にあることから、38度線と呼ばれることが多いです。朝鮮戦争の休戦ラインであり、1953年7月27日の朝鮮戦争休廷協定により発行されました。軍事境界線の周囲には南北に非武装地帯が設定され、加えて韓国側では民間人出入り統制区域も設定されているため、一部の例外を除き一般人が軍事境界線付近へ近づくことはできません。この境界線は海上にも延伸しており、北方限界線と呼ばれていますが、韓国側と北朝鮮側で主張するラインが大きく異なり、紛争がたびたび起きています。休戦協定により南北双方の勢力は軍事境界線から 2km 後退することになり、計 4km の非武装地帯が設定され、地域内には軍隊の駐屯や武器の配置、軍事施設の設置をしないことになりました。非武装地帯には毎年約650万人の観光客が訪れています。非武装地帯内はごくわずかな地域を除いて一面に地雷が敷設されているため、通行は実質不可能です。そのため半世紀以上にわたって人の寄りつかない場所となったことから、自然が豊富であり絶滅危惧種などが生息する生物の楽園となっています。 DMZ のツアーはイムジン学公園から始まります。イムジン学公園は1972年に建設された観光地で、南北の軍事境界線から南に約7キロほど離れた距離に位置しています。展望台の中にはカフェや食堂、お土産ショップ、トイレなどがあります。そしてここには朝鮮戦争で爆破された鉄橋が今も残っています。かつてここにあった橋は北朝鮮が侵攻してくるのを防ぐために韓国軍が爆破したそうです。今もその橋の一部が残っていて見ることができます。そしてこの橋は自由の橋と呼ばれており、橋の向こう側が寅山駅と呼ばれる駅で、さらにその先が北朝鮮です。1953年7月27日に休戦協定が締結された後、戦争捕虜12,773人がこの橋を渡り帰還し、自由の身になったことから自由の橋と呼ばれているそうです。橋の向こう側は柵がされ、民間人はこれ以上先に進むことができません。そして戦時中の機関車も展示されています。朝鮮戦争の最中に被爆し、停戦後半世紀以上にわたり非武装地帯に放置されていた蒸気機関車です。2004年に文化財に登録され、現在の場所に移されました。当時、軍事物資を運ぶため、ケソンから平壌に向かっている途中に中国軍に介入され、平壌にたどり着けないままチョンヨン駅で破壊されたと言われています。この機関車には1000以上の銃弾の跡があり、残酷な当時の状況を伝えています。そしてこのツアーでは第3トンネルを見学してきました。
トラ展望台のすぐ近くに北朝鮮軍が掘ったとされているトンネルが公開されています。北朝鮮軍が DMZ の地下に掘ったとされるトンネルはこれまでに4本が韓国軍によって発見されています。第1トンネル、第2トンネル、第3トンネル、第4トンネルで、このうち第1トンネルだけが非公開です。公開されている3本のうちでは、第3トンネルがアクセスや施設面で最も整っているので、トンネル観光は大抵第3トンネルを対象に行われています。第3トンネルは地下70メートルほどのところにあり、歩いて見学しました。トンネルの中は撮影禁止だったので、看板に載ってあった写真をお見せします。湿気を含んだ空気が生ぬるく感じられ、少し怖かったです。このトンネルを使えば1時間に3万人の兵士を南側に送り込むことができるそうです。トンネルは脱北者の情報に基づいて韓国軍が発見しました。発見されているトンネルは4本ですが、最低でもこのようなトンネルが20本はあると言われています。掘削の手法などから北側の手によるものだそうです。そして私たちはトラ展望台を見学してきました。トラ展望台とは DMZ の韓国側の境界線である南方限界線上に建てられた展望台です。パンムンジョンを挟んで北朝鮮側にある宣伝村、キジョンドンが見えます。北朝鮮の高さ160メートルの国旗掲揚塔を見ることができます。韓国軍の宣伝村、テソンドンとの間でかつて国旗掲揚塔の高さの競争が起こったりもしました。キジョンドンとは、北朝鮮側の約200名程度が暮らす農村と言われています。ですが実際には居住者数名程度のいわゆる宣伝村とされていて、立ち並んだアパートに人々が生活する気配が感じられず、電気も決まった時間に一斉に点灯、消灯すると言われています。そしてテソンドンとは韓国で唯一の DMZ の中にあり、人口300にも満たない小さな集落です。朝鮮戦争以前からその地に住んでいた人々の末裔が兵隊に守られながら農業を営んでいます。案内してくれたガイドによると、兵役と納税を免除され、年間収入は日本円で1000万円ほどになるそうです。見入りはいいそうですが、居住資格や暮らし方は厳しい制限を受けているそうです。今回はこのテソンドン村にある休憩所に最後に訪れました。ここではテソンドンの村で作られたチョコレートがとても人気だそうで、日本円で約1000円で販売されていました。そしてツアーの最後にはイムジン川を渡って韓国に戻りました。イムジン川は南北の境界を流れる川で、イムジン川の向こう側は北朝鮮です。北朝鮮のスパイがこの川を泳いで韓国に侵入しに来たりしたことがあったそうです。それでは皆さん、今日の動画はどうでしたか？初めて DMZ に行ってきたんですけれども、とても危険な地域でした。ぜひコメント欄で感想をお待ちしております。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。